だが、なぜここで終わるのか。良いものを作っていれば続くとは限らなかった。評価されていても続けられるとは限らない。沖から戻る船は水揚げ場のある河口へと向かあそこの桜が咲いとるじゃない、いっぱい。あれ宮島の分子よ。だいたい柿屋がここうちらでもみんな寄付しとるんだっけ。お宮建て直す。お祭り未だにやるんよ、ここで。右岸の神社は柿屋たちが繁盛を願い寄進を重ねてきた場所だった。創業から70年、この川は家業を運んできた。対岸にはかつて柿屋が並んでいた。最盛期には30軒、今は3軒。一つの店ではない、一つの産業が縮んでいた。やめねえ気になったんよ。何を今シーズンで。え今シーズンで。なんで人がおらん。ああ、ほいで一人で大きいからやせんじゃん。寂しいの。寂しいなるよな。この辺の大会やめるやろ。やめたで順番毎年一件ずつになってきおるね。まあ、ありがとうございました。また来てください。まだ1ヶ月あるんじゃっけ。ほんまよ。うん。食い倒しとって。気をつけて。よし、ほんならえ500もう2つもらおう。え、もう2つお2つ。ひろこもう2つくれ言うて。なんでなんですか。ここやめたらの2軒だけよの。終わるという話は少しずつ広がっていた。終わると聞いた客たちは次々と店に足を運んだ。大丈夫です。2個ずつ。あ、大丈夫です。だって500だ。やった。あ、大丈夫大丈夫。はい。はい。残念ですわ。ありがとう。廃業の話を聞いた客たちは言葉を失う。待ってよ。あ、行くよ。みつこさん今うちおるけど。ああ、お姉さんうちよ。よいしょ。手伝う？はい。あ、頼んでたね。もうがっくりじゃん。送ったことがあります。はい。店には驚きと寂しさが広がっていた。顔見せてあげて、あそこおる。残念だ。涙出るわ。自分ことのようにショック受け取るわ。みんな送るところが柿打ちに今回よ。惜しまれていた。もうよ、言い方から落ちたらいけんもんな。それは選ばれてきた店だったということだった。だってずーっとね、私嫁に来てからもここ以外食べてないもん。50年50年以上。以上でしょ。私は父親の代からね。ただ残念なんよ。残念。いやもうそう言ってもらえたらね、それも嬉しいです。続けてほしいと言われるより残念だと言われる方が重かった。やめたらいけんのじゃないかいうのと葛藤よね。
やめたいわけじゃないでこれからじゃと思いよったけどわしが続けたいいう意思を通すと周りの人に迷惑がかかる。すぐに決められる話ではなかった。続けたい理由もあった。楽しゅうなりだしたんはここ2年ぐらいよね。それまでは楽しい思ったことない。じゃけど家の仕事じゃけやめて逃げるわけもいかんし、でお客さんのおかげで楽しゅうなりだしたっていうことよね。26年やりおることは同じやけどお客さんの方反応が変わってきたっていうのが楽しゅうなった理由かね。ようやく仕事が報われ始めていた。終わりではなくこれからのはずだった。結局今年もう広島湾の環境が悪くなって牡蠣の生育が全くダメで、これ商売としてこれあと2年持たんのじゃないかというのもあって現実は変わらなかった。自力で回っとるわけじゃないけ、もう2年前から結局先輩に助けてもらいながらなんとかしのいできとっただけじゃけ。人がおらんのは物理的にやっぱり無理じゃけ。この2個が矢野様。これパッチンしとらんよ。お兄ちゃんも忙しそうにしおるけんたちね。ずーっと忙しい。忙しいじゃろ一人じゃね。いや誰かを聞いきょるんかね思った。子供には継がせないと決めていた。だから他に続けられる人がいないか模索した。しかし道は見つからなかった。このまま続けてやったら自分が体壊れるの分かっとるけ。やりよってわしが急に入院したりとか仕事ができんようになったら今度はそれこそどうにもならんようになるけ。この70年やってきた新水さんを最後倒産に追い込んでやめるような形だけは絶対嫌じゃったけ。先祖に対しても親父に対してもええまま終わった方がええんじゃないんか。続けることだけが守ることではなかった。それは守るための廃業だった。寂しゅないんかやったら寂しいよね。後悔がないんかいやそれはないことはないしね。やっぱり引き際いうのがあるんじゃないかな。小さければ小さいほど美味しいですけど。怖いねんけど。孫たちとちっちゃい頃から船になると楽しみに来ていたんですけど、寂しく思いますと、年に1回か2回のお世話なんで、今日食べるけど明日ぐらいしょうがないですね。やめることに対してお客さんに申し訳ない気持ちはもうすごいあるけど、それでも廃業を選択せんにゃいけんようになったっていうのを分かってほしい。じゃけど終わらせることも責任だった。信念があった。信念があったんよ。でその味だけはきちっと守ってから儲からんでも今までその おじいさんの代から続いとる怪我しちゃいけんのだけはあったんよ。
感謝しねえけどね。お世話になりました。続けろと言われるより感謝される方が重かった。でもこうやってね、いろんな人と出会いがあって幸せですよ。まあ今までやってきたことは消えることがないけ、もう残っとるよ。でもうそれがね、もう私はそれだけでいいと思って。70年続いた家業だった。それはただの仕事ではなかった。家族が重ねてきた時間だった。今自分の人生の中で一番ね、書きしかないです。書きで本当に人間を作ってもらいました。人間を本当に残ったのはカキだけではなかった。海の上で積み重ねてきた人の時間だった。働くて支え合った日々。続けることに人生を重ねてきた。ここには家業を生きた人たちがいた。残ったのは人が生きていくための生き方という記憶だった。70年の時間だった。そしてその時間は消えない。